今日は都知事選の話をしますけれども、小池百合子都知事のいわゆる学歴詐称問題についてお話をしたいと思います。今からお話しすることは私が知っている事実だけです。いろんな噂も飛んでます。どれが正しいかは分かりません。ただ私が確実に知っていることを申し上げたいと思います。この前の都知事選挙2020年ですね、その前後から小池さんの学歴詐称問題が非常に大きくなった、そういうことを書いた本も出た、ところがですね、カイロ大学ちゃんと卒業してるよっていうそういう声明のようなものがエジプト大使館、東京にありますエジプト大使館から発出されて、もう一件落着となったんですけど、今年の4月になって、小池さんの元側近だった小島さんという弁護士がですね、実はあの時相当裏工作をやったんだということでですね、その文藝春秋っていう雑誌に書いてるんですね。で、それちょっと要約しますと、この学歴詐称疑惑で、もう憔悴しきった小池知事が、小島さんに相談したと。そして、小島さんはカイロ大学に声明文を出してもらおうというもみ消し工作をしたんだと。で、その小池の卒業を証明する文案を元ジャーナリストが書いて、その内容とほぼ同じものがエジプト大使館のフェイスブックに掲載されたと。で、これが功を再奏して学歴詐称疑惑は雲散無償して7月の都知事選で、小池が圧勝したと、こういうことを書いているわけですね。で、それで側近が裏工作したってことなんで、やっぱりそうだったかっていう話が大きくなってる。そういう中でですね、実は私も1980年前後にヨーロッパ留学から帰ってきました。そしてこういう日本人とフランス人というこういう本をですね、フランス留学記みたいな形で書いて、で1982年ですから自分の写真ですけども、髪もふさふさとして若かったなっていう感じがします。で、ちょうど同じような頃にですね、エジプトから留学して帰ってきたのが小池百合子という人で、彼女はこういう本を書いてるんですね。やっぱアラビア語得意だっていうことで、アラビア語の学び方のような本を書いている。そして、私も彼女に自分の本をあげ、彼女もこういうふうに私にサインをして、この本をくださったということなんです。それでこの裏に経歴がこう書いてあるんですね。そしてこの経歴をですね、ちょっと拡大して見てみたいんですけれども、ここにありますように、カイロ大学文学部社会学科を日本人で2人目と、女性としては初めてと、しかも首席で卒業と。だから日本人初で、女性で初めて、しかも首席で卒業したってんで、私はびっくり仰天したっていうのは、この私の本の推薦文を書いてくださっているのが竹村健一さんなんですね。で、竹村健一さんがこのところはもうテレビに出まくってて、いろんな番組持っておられた。その竹村さんの番組のアシスタントだったのが小池百合子さんなんで、テレビの世界ですから、私もテレビに出始めてたんで、竹村さんなんかに彼女を紹介してもらって、お互いにですね、同じような時期に書いた本を
どうぞって言って差し上げるっていうようなことをやったわけです。で、ただ私がその時思ったのは、自分はパリ大学出たと。だけど、パリ大学出たっていうか、パリ大学出たっていうのは正確ではなくて、自分はパリ大学で勉強した。大学院なんですけども。で、ただ、いくら逆立ちしたって日本人の私がフランス人の優秀な人がいっぱいいる中で、首席で卒業できるはずないんですよ。母国語じゃないですから、フランス語は。で、いっぱい優秀な人がパリ大学にいるんで、とてもじゃないけども、首席で卒業なんてありえないんですね。フランスですのパリ大学だと。それで、このエジプトで首席で卒業っていうから、もうびっくり仰天して、あなたすごいね。私なんてもう絶対無理なんで、カイロ大学と名門でしょうと、そういうとこでトップだったんですかって聞いたんですね。それも私の率直な疑問で自分の体験から。そうすると彼女が何て答えたかってヘラヘラって笑って、秘密を教えようかって、何でしょうかって言ったら、学生私一人だけだったのと。だからトップでもあるし、数えようによってはビリでもあるのよと。一人だったからこういうことなのっていう説明を受けた。これはもう明確に今でも覚えてます。同じように海外留学してなければそういう感覚を持たなかったですけど、同じ時期にフランスとエジプトにいたわけですから、すごいなあ彼女はと思ったんです。で、その時はですね、そうか、やっぱ発展途上国のエジプトだから、知りませんからエジプトってのは。発展途上国のエジプトだから学生一人ってのもあり得るなと思って、そのままずっと40年が経ったということなんですね。で、ちなみにどなたかが教えてくださったんですけど、この本の第2版には首席でっていう言葉だけは削除してあったそうです。それはさておきですね、今申し上げたように一人しかいなかったからトップだっていう話だったんです。ところが都知事になってこういう問題について記者会見で問われて、これ2018年6月15日の小池都知事の記者会見の記録、これはもう誰でも見れる公式の記録なんです。で、記者さんがでは首席卒業されたということははっきりと断定できない、難しいというところがあるということでしょうかと尋ねる。小池都知事は、非常に生徒数も多いところでございますが、ただ先生から非常に良い成績だったよとアラビア語で言われたのを覚えておりますので、嬉しくそれを書いたということだと思いますっていう説明なんです。見てくださいよ。非常に生徒数も多い。一人しかいないっていうのは嘘だったってことでしょ。非常に良い成績って、非常に良い成績と首席とは全然違いますよ。これも嘘だったということなんです。だから私がこの本を書くときに、この公文社っていう出版社が舛添洋一は首席で卒業したなんて一行も書かないですよ。パリ大学に留学したってのは書いてあっても。だから要するにこの彼女の本ですね、この彼女の本のこの説明で首席っていうのは彼女が出版社に行ったからそうなってるんで、もうそっから嘘ついてたっていうことなんで、やっぱりこういう嘘を重ねるっていうのはいかがなものかなというふうに思います。それからですね、側近の小島弁護士の話が本当であれば、エジプト大使館がもみ消し工作をやってるわけですから、これはエジプト政府の言いなりにならざるを得なくなっちゃうんですね。で、現実に小池都知事は東京都知事として何千万かの予算をエジプト支援のために出してるんですね。で、東京都は外交はやりませんけれども、外交は国の選管事項です。もし彼女が国政に戻って国会議員やったり外務大臣やったりすることはできません。
それは日本国益を損なうことになって、まあ今ガザで戦闘やってますけども、どっちの立場取るのって言った時にエジプトの言いなりになるっていうことですから、この方は、小池さんは国政に戻ってはダメです。不可能です。まあそのことも含めて、私は都知事としての彼女の業績を吟味してきましたけれども、とてもじゃないけど合格点は与えられない。まあもうこのですね、学歴詐称っていうのは公職選挙法違反で当選無効になるんです。ただ2020年はから4年経ってますから、時効が3年なんですよ。だからもうこれは罪にならない。しかし公文書とか私文書の偽造は5年とか7年とかそういう罪であって、まだこれ時効じゃないんですね。まあこれ以上本人が傷つかないためにも、東京都のためにも、日本国のためにも、私は彼女は正解を去るべきだと思っております。